それ私に言っちゃうの？もう決めちゃったの？私はあなたにとって何？あなたのご主人はどうですか？それ今ここで私に言っちゃうの？私に相談しないでもう決めちゃったの？そんな風に心の中で急ブレーキがかかって思考が止まるような瞬間ありませんか？例えばちょっとした一言にぐさっときたり、何か大きなことが勝手に決められていたり、私って一体どういう立場なの？って思ってしまうような場面。今回はそんな違和感のいくつかをお話ししたいと思います。エピソード1、言われたら傷つく一言。それ私に言っちゃう？新居に両親を初めて招いた日、いろいろ考えてお掃除して買い出しやお料理の下準備、当日も早起きしてちょっと頑張ったお料理を作って、よし今日は私なりに頑張った、そんな気持ちで準備した食卓でおもてなししたつもりでしたが、この程度なの？こんな料理か。姑の言葉はこれじゃダメだと明らかに否定的な言い方でした。この時あなたはどう思いますか？ここまではどこのご家庭でもありそうなよくある嫁姑の話かもしれません。でももしその言葉をあなたの夫がそのまま伝えてきたら、おふくろがあんな料理じゃダメだな、あの程度かって言っていたよ。それわざわざ私に言う？たとえ姑がそう言ったとしても、それをわざわざ私に伝える必要ある？って思いませんか？それを伝えてくる夫の言葉、夫の感覚はどう響きますか？他にも、俺の友達がお前のことずいぶん不細工だなって言っていたよ、なんて言われたら、姑やお友達など言っていた本人に対してよりも、それを伝えてくる夫の感覚に衝撃を受けるのではないでしょうか。それは私に伝える必要ないよね。それを私が聞いたらショックを受ける、落ち込むとか考えないの？って伝えたら、だって本当にそう言っていたんだから仕方ないじゃん。わざわざ嘘を言えばいいのかよ。いや、それ仕方なくないよね。嘘とかではなくて、それがもし事実でも普通は言わないと思うんだけど、言われた事実よりも伝えてきた感覚に深く傷つく、そういうことってありませんか？エピソード2、相談なしの衝撃。私に一言も相談しないで〇〇しちゃったの？ねえ、今日さ、〇〇買ってきたよ。なんだと思います？これ。なんとマンション。は？いや、私に何も相談せずにマンション買っちゃったの？お米とかケーキじゃないんだから、一言ぐらい相談あったっていいよね。こういうこと実は珍しくありません。車だったり、家だったり、引っ越しだったり、転職や退職だったり、生活に大きな影響を与える決断を一人で勝手に決めてしまう。お金の問題というより、
私たち家族も関わることなのに、なんで一言相談がないの？というところに大きな違和感を覚えるのです。強大な不安感を感じるのです。理由を聞いてさらに仰天。同窓会あるから買っておかなきゃ。それ意味わからないんですけど。一言ぐらい相談してくれてもいいんじゃない？さて、あなたはどう感じましたか？もちろんいろんな人がいますが、夫婦ってこう言ったら相手が傷つくかも、喜ぶかもと想像してお互いのことを自然に思いやったり、家族にとっての大切なことは相談してからが当たり前となんとなく思っていました。だけどその当たり前が全く通じない。自分の気持ちに気づいてもらえないどころか無視をされているような感覚。普通そこはさすがに相談するんじゃないの？常識とはあまりにもかけ離れている。私がどう感じるか普通考えればわかるよね。夫婦ってなんだろう。この人、私のことどう考えているんだろう。私たちは直接見えていなくても聞いていなくても、こうしたらきっとこうだろうなって気づくことができます。もしそこに気づけない人と一緒に生活していたらどうでしょう。自分の今まで生きてきた中での常識が全く通じない世界、その世界にワクワクできることもあるかもしれませんが、内容にもよりますよね。日々の中で自分の気持ちに気づいてもらえない、私の気持ちが無視されている。もちろん男性と女性の感覚の違いや育ってきた環境の違いもあるとは思います。でもそれにしてもちょっと極端すぎないとあなたがもし感じているならば、ひょっとしたらあなたもカサンドラさんかもしれません。日常の家庭の中で感じる少し周りとは違うような感覚についてお話ししました。極端な気がするけれど、どこの家も同じなのかな。これってモラハラなのかしら。ご自身の感情をどう捉えればいいのかわからない。あれ、これ我が家と同じかもと思われた方は、ぜひ次回の動画も見に来てくださいね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらまた見に来てください。